皆さんこんにちは。こんにちは。 TLS の渋谷です。 TLS クラスルームシーズン1エピソード7やっていきましょう。イエーイ。それでは今日も一緒に勉強してくれるクラスメートを紹介しましょう。この皆さんです。渋谷です。キムです。今日も頑張ります。皆さんが日本に来てから行った場所ってどんなところがありますか？私は沖縄へ行ったことあります。沖縄いいですね。すごい。あと中国から行った。はい、中国からだと1日半くらい船で。あ、そうですね。まあ、すごく近いですね。素晴らしい。私は長野の住んでよかったの。私も2個行ったことあります。温泉のところですか？いえ、東照宮に行ってきました。東照宮、猿見ました？はい、3匹の猿見ました。それですね。2人はそれ知ってますか？はい、知ってた。絵文字みたいな。そうそう。そのみたいな絵文字。そうです。皆さんは今 N2 を勉強してますよね。N2 の授業で何が難しいですか？都会ですね。そうです。私もです。どことものわけとは。そうですね。そこは先生たちもなんか教えにくいみたいですね。じゃあ今日はわけをやってみましょう。で、私2つ文章を書くのでちょっと見てください。この2つのわけやってみましょう。じゃあシルビアさん読んでくれますか？食べるわけがない。食べるわけではない。いいですね。じゃあ、キムさん、これどういう意味ですか？絶対に食べない。そうですね。絶対に食べないっていう強い否定ですね。では、食べるわけではないはどういう意味ですか？皆さんが授業中にその顔をすると先生たちはすごくドキッとするんですよ。わけがないとわけではない。これって形も似てるし意味も似てるからちょっと難しいんですよ。で、両方とも、否定をしています。で、食べるわけがないの方はさっきキムさんが言ってくれましたね。絶対にしないっていう強い否定を表しています。じゃあ食べるわけではないの方は何を否定してるんだと思いますか？これは相手の意見を否定してるんですね。なので一つの文だけだとちょっと、分かりにくいんですね。なので相手の意見がちょっと欲しいですね。私が海外に住んでいた時よく言われたのが日本人毎日寿司食べますかって言われましたね。で、なんかそれって今で言うとちょっとその差別って言われるかもしれないんですけど、そういうステレオタイプってあるんですよね。そんな時毎日食べるわけではありませんよって言いたい時に使うのが、この文法なんです。皆さんはどんなことを言われたりしますか？毎日アルバイト大変でしょ。確かに日本人は留学生は毎日アルバイトをしているっていうイメージを持っている人っていますよね。そんな時シルビアさん何て言いますか？毎日アルバイトをしているわけではありません。そうですね、いいと思います。その相手の意見を否定するっていうのでちょっと悪いフィーリングがするかもしれません。で、内容にもよりますが相手との関係を考えてもう少しソフトに言ってもいいかもしれないですね。キムさんはどんなこと言われたことありますか？日本の文法難しいでしょ。それは否定しなくてもいいんじゃない？でも全部の文法が難しくではないです。なるほど、全部ではないですって言いたいんだね。じゃあその時はどうなりますか？全部の文法が難しいわけではない。いいですね。そうです。今まで来たのは、動詞でしたけど、いい形容詞が来たときは
難しいわけではない。では、ちいさんどうですか？私は反対です。中国人ですから漢字は簡単ですよねって。なるほど。じゃあその時は何て言いますか？全部の漢字は簡単で簡単なわけではありません。いいですね。な形容詞の時、簡単なわけではないですね。いいと思います。まとめます。留学生が日本に住んでいて、ステレオタイプ的な質問を受けて嫌な気持ちをしたということをよく聞きます。でその時に、より今回よりも差別的な表現であれば状況は違うかもしれません。ですが、今回のように相手との関係がある場合には、あなたの意見が間違っていますよっていうことを伝えていった方が相手とのより良い関係が作れるかもしれません。それがより良い社会を作る第一歩になるかもしれませんね。人と人とのつながりをうまく作っていくのがコミュニケーションですね。まとめました。それでは今日は絶対にしないっていう意味のわけがないと、相手の意見に対して違いますっていう時のわけではないを勉強しましたね。わかりましたか？わかりました。 OK。 じゃあそれでは TLS クラスルームまたねー。